フライドチキンである。鼻孔をくすぐる豊かなスパイスの香り、サクサクと軽い衣、歯切れのいいジューシーな肉質。アメリカ南部で親しまれたこの料理は大国の象徴の一つとなり、今や私のいる極東は日本をはじめ世界中のあらゆる場所で愛されている。その功労者の名前は無論ハーランド・デイビッド・サンダース、通称カーネル・サンダースである。そして彼の作るフライドチキンはこう呼ばれている。2018年大晦日、世間が米津玄師とメイウェザーに盛り上がる中、男は一人探求を続けていた。かなり近くなってきましたけど、どっちかっていうとファミチキの味ですね。一体全体何がそれほどまでにこの男を駆り立てるのか、並びに彼はどこへ向かっているのか、私はその挑戦を見届けることにした。一般家庭では賄いきれない種類のあまたのスパイスたち。男はこの中から益となるものを誤たず掴み出さなければならない。それはもはや霞を食う仙人の所業である。それを自覚した上で男は本気だった。これは約1年前の映像である。無限に思えた学生生活の中、孤独を恐れ、マズロー第4段階承認欲求を発したことが動画投稿のきっかけであった。当時チャンネル登録者は150人ほど。拙い技術の中、誰一人達成したことのない難関に手を出し、到底ケンタッキーとは言えない味のフライドチキンを生み出した。しかし結果から言ってしまえば悪くなかった。9割の視聴者からは高評価を受け、称賛の言葉さえもらった。しかし男は何とも言えない気持ちになった。こんな似ても似つかないフライドチキンをさも再現レシピのように演出して見せている自分にひどく落胆していた。これは彼が望んだ結末ではない。いっそ袋叩きにやった方がすがすがしかった。こんな悶々とした時間を過ごしていてもカーネルは前一つ動かさず、温かい笑みを彼に向けていた。その細い眼差しに隠れた瞳の奥で彼は一体何を考えているのか、男は皆目見当もつかなかった。しかしこれだけは言える。ここで立ち止まっていても何も始まらない。男はもう一度足を油につけることにした。話を現在に戻そう。彼はまず根本的な問題から考え直すことにしていた。衣である。前回は薄力粉を 100% 使用したわけだが、どうにもクリスピーさに欠ける気がした。そこで今回は視聴者のアドバイスもあり、50% を高スターチにしたものと比べてみることにした。MED 液にはクリームからバターを分離し弱発酵させたいわゆるバターミルクを使用することがケンタッキー発祥のアメリカ南部では主流だが、今回は手に入れなかったため代用として低脂肪ミルクに発酵バターギーを少量入れてみた。まずは衣の選定のため、味付けは塩コショウとシンプルなもので鶏もも肉を揚げてみる。衣になる粉は十二分につけ、よく振るって余分なものを落とす。油はショートニングと大豆油を半々で使用しており、180度で6分揚げる。第1弾が完成した。右が薄力粉 100%、左がコーンスターチと半々のものだ。違いは歴然だった。とりあえずは左の分量でチキンを揚げていくことにした。続いてはスパイスだが、粉と種類に関しては前回から大きな変更はなかった。しかし小さじ1杯違えば全く異なる景色が見えてくる。それがスパイスの世界だ。日本のグルメサイトでは話にならないため、今回はアメリカのグルメサイトの評価が高い人気の記事、それに前回も参考にした真偽のほどは不明のリークレシピ計3つから正解を探っていくことにした。まずはアメリカの大手グルメサイトの一つから。特徴としてはオールスパイスチリパウダーを入れており、パプリカを大さじ2と少なめのレシピだ。カップ2杯分の粉とスパイスを混ぜ、先ほどと同じ工程で揚げていく。果たしてその味は。衣のつき具合は申し分ない。早速食べていこう。うまい。でも全く違う。香りに一体感がない。パプリカのまろやかな香りがないのも一因だが、何よりオレガノの主張が強すぎる。しかしそこを直したところで到底につかないというのが正直な感想だ。間髪入れずに2回戦である。今度もアメリカのレシピサイト、個人での投稿だ。特徴としてはセロリソルト、ドライマスタードを入れ、ホワイトペッパーとパプリカが多めな点だ。調理工程の説明は動略だ。見た目にはそれほど変わりはない。そして冒頭の場面である。かなり近くなってきましたけど、どっちかっていうとファミチキの味ですね。これに尽きた。しかしホワイトペッパーとパプリカを使うとまとまりのあるスパイシーチキンができることが分かった。そしていよいよ3回戦、リークレシピである。今までで一番近いことは確かだ。
やはりうまいことはうまい。しかしオレガノの香りは強すぎる。やはり分量を減らしマジョラムを多めにした方が近くなると考えられる。でもそれだけではない。何かが決定的に違うのだ。この後20回ほどスパイスを微調整したが何一つとしてハッとするものはなく、棚にあったスパイスは全てなくなった。おまけにスパイスの取りすぎで彼はオリジナルチキンの味と香りをすっかり忘れてしまっていた。こうして戦いをネンシーと引き継がれたのであった。というわけで原点に立ち返るため2019年早々に本物を買ってきた。500円でこんなにうまいものが買えるというのに彼は膨大な時間と金をかけて一体何をやっているのか。親が見たら泣きそうだ。まずは香りだ。ここでニューロンの隅々までケンタッキーを植え付けるのである。これぞケンタッキーであった。男はひどく混乱した。スパイスは割と近いのになぜこれほどまでにかけ離れているのか。それに皮に関してもクリスピーな上にしっとりとしている。肝心の味はといえばガツンとくる衣の旨味に後から舌の上に余韻を残す旨味の二重攻撃である。しかしこれで分かったことがある。決定的に違うのはスパイスではなくスパイスを覆う2種類の旨味だったのだ。というわけで20数回目のトライである。今回はしっとりさを出すため 20% ほど強力粉を使用してみることにした。そしてスパイスにはホワイトペッパーとパプリカとマジョラムを多めに入れ、旨味の素グルタミン酸ナトリウムを大さじ3追加した。今回からはチキンレッグでの調理となる。また衣にしっとり感を出すためアルミホイルで軽く閉じてみることにした。そして実食の時である。劇的と言っていいほど味が変わり、とんでもなくうまくなった。ただ衣にイノシン酸のガツンとした旨味が足りない。そして実験的にやつを試してみることにした。視聴者諸君にはここで声を大にして言っておくが、家庭用圧力鍋での揚げ物は原則禁止となっており、やるなら自己責任ということを認識しておいてほしい。180度の油に入れたら蓋をして強火にかける。何分揚げたらいいのか不明だったのでとりあえず5分強火にかけたが、圧力が自然に抜けたのは15分後だった。水での調理の要領ではうまくいかないことがここで分かった。そして助け出した時にはすでに時遅く、見るも無残なチキンが出てきた。すまない。男はそう思いながら残さず食べたのであった。そして2度目のトライである。今度は5分圧力をかけて蒸気を強制排出する。排出口に油が詰まって爆発したらどうしようと、この時ばかりは割と死を覚悟したのであった。そしてできたものがこちらである。やや揚げすぎてはいるが許容範囲である。一つだけ言えることは無理して圧力鍋を使うとまずくなるということだった。これは次回の課題として残すことにする。そしていよいよ最終局面である。イノシン酸の問題を解決するため今回はチキンエキスパウダーを大さじ2投与した。次にチキンを解体していく。部位ごとに切り分けたら今回は半分を圧力鍋で茹で上げ、残り半分は生肉のまま揚げて味を比較することにした。また煮る際には下味をつけるためグルタミン酸パウダー、チキンエキスパウダー、塩少々で味付けを行っている。約10分圧力をかけたところでチキンを取り出し、あとはおなじみの工程を繰り返す。これが今の私にできる最高のフライドチキンだった。以前と比べ物にならないほどケンタッキーに近づいている。というかもはや別の商品として割と人気が出そうなくらいうまいのである。しかしまだ違うことは違う。私の探求はまだ続くことになりそうだ。